中村倫也ストレッチ編になります。練習とかやってきたことを加速するのかなっていうふうには思ってて、でこれで割と股関節の回転もスムーズになっていう、はい、このルーティーンっていうのは欠かせないんですけど、Welcome to 倫也チャンネル。倫也チャンネルの時間です。今日は僕のいろんな面を知ってもらう中の一つとして中村倫也ストレッチ編になります。ストレッチって伸ばすことでしょっていう、体を。倫也選手にとってはどういったものなんですか？すごい大事にされてるじゃないですか。はい。体を使う職業じゃないですか。はい。いっぱい使っていくとだってこう収縮に向かってくるというか縮んで硬くなってくるんですね、はい、その使いっぱなしだとどんどん悪くなっていくものと一緒で体も、だからこう僕の中ではこう使った体はこう疲労してこう縮んで硬くっていう方向に向かっていくのに対して隙間を作ってエネルギーと水分をガンガン回すようにするためのものです、はい、ストレッチは。やった方がそこに水分も流れるし隙間もできる、エネルギーも流れるで、やっぱこう循環が良くなるんで疲労物質も流れるし、はい、新しいこう代謝も良くなって新しいこう細胞の生まれ変わりとかも早くなるんで、結構練習とかやってきたことを加速するのかなっていうふうには思ってて、はい、最近はすごい大事にしてることですね、ストレッチ。今回の企画として一般の人たちに向けて倫也選手がやっているおすすめのストレッチっていうのを紹介してもらいたいんですけど、はい、一般の人たち、格闘家とかアスリートではない人たちにとってもやっぱりすごくいいものなんですよね。そう体って厄介で、使ってない人って別に伸ばす必要ないでしょって思うかもしれないですけど、使わないは使わないで機能が落ちてくるんで、はい、ストレッチやっぱすっごい体もいい状態に戻してくれるんで、はい、特に僕がやってるルーティン、教わってやってるルーティンなんかは特にそう考えられて設計されてるものだから、そう体が整って朝多分外に出たくなると思います。で僕も実際っつって朝起きてやっても硬い時あるんですよ、はい、で朝こう起きてストレッチして水分取ってってやっていくと練習行きたくなるんですよ、はいはい、実際にっていうものだから、こう格闘技やってない人、はい、別に別のスポーツやってる人でもいいし、別に何でもいいと思います。すごいいいツール、はい、ストレッチっていうのは体を整えるっていう役割があるのかなと思ってますね、はい、ぜひおすすめなんでやってみてほしいルーティンになります。動画を見ながらこう細かい動きとかも説明していくんで、見ながら一緒にできるような動画になってますんで、はい、ぜひ何回でもこう繰り返して見れる感じで、慣れてきたら自分でやれるようにっていう見方をおすすめします、はい、じゃあストレッチ入っていきますか。はい、はい、じゃあストレッチやる前に用意してもらいたいものは1個あるんですよ。やっぱどうしてもストレッチポールが必要です。これ別に案件でも何でもないですけど、はい、ゼロイニシャライズっていう会社さんの体をチューニングするっていう役割をしてくれるポールなんで、チューニングポールです。これ見ての通りめちゃくちゃ柔らかいんですよ、はいはい、でこう上でいろんな捻転する動きとか入れてもそこに対して合わせてこう動いてくれるんで、はい、すごい伸ばしやすいです、体。できればこれを買ってほしい、はい、結構僕もいろんな格闘家の誕生日プレゼントとかこれを送ってるんですけど、なければ自宅にあるストレッチポールでやっていきます。全部で、僕のルーティーンとしては10種目あります、はいはい、それを一つずつ紹介していきます、はいはい、まず一つ目はここ上にまっすぐ背骨のラインに沿わせるようにして仰向けになります。この上に乗った状態で、はい、楽に息を肺に吸い込みます、はい、肺に入れ込みます。そしたらこの吐く時にこう手を、とこう万歳まで持ってって、はい、こっち、これを3回ぐらい繰り返します、はい、僕のイメージはこう吸った空気が、はい、吐くので押し出されると同時にその力で腕が動くようなイメージ。これを横から動かしたのを次上から万歳で同じようにやっていきます。
上げて下ろす。はい。ここでもう一回吸ってやってもいいと。はい、で、日によって回数は変わる。硬いなと思ったら結構何回も繰り返すし、今日調子いいなと思ったら2、3回とか。はい。2種目目は、このまま同じ姿勢で背骨を反らせた状態で上に乗ったまま、ちょっとバランスが必要になるんですけど、足を4の字に畳んで、こっちの膝をスッ引き寄せる感じで、こっちは地面肘ついていいんで、はい、自分のこの膝上あたりを持ってコントロールします。ここでこの膝を引きつけることでこっちのお尻の方が伸びてきます。はい、これを乗った状態でちょっとこう振ってきます。左右にこの仙骨一番下の骨があるんですけど、背骨のそこからこう緩んで筋肉してちょっと左右に振ってきます。でこれが終わったら反対足をももに乗せて足を上げて引きつける。でこっちの僕は今左側のお尻が伸びている状態です。そこでちょっとこう左右に下から揺らしていくと、はい、ストレッチ全種目に共通するんですけど、呼吸は止めないで楽にで、大体僕が2、30秒ぐらいずつやります、ね。はい。3種目目は同じ状態からちょっと足幅を広くついて、はい、膝を内側に入れます。はいはいはい。膝を内側に内股にする状態です。これと同時に、万歳をして右膝を内側に入れるときにちょっと右側の体側をこう伸ばすように。体側っていうのは体のお腹と脇の横の部分ですね。はいはい。を伸ばすイメージでぐーっと万歳しながらこっち側は膝を入れる。でこっち側は上から畳む。だから内股になるような状態でこの股関節周りだったりとかを伸ばしつつ、はい、一緒にこう左右体を倒して伸ばしていきます。この脇の部分だったり股関節の中の方だったりが伸びます。この時も呼吸はし続ける。伸ばす時にこう緩やかに吐いていくのがいいかもしれないですね。楽に あくまでも楽にやってください。こう僕もよくあるんですけど、伸ばそうとして頑張るんですよ。はい、それって逆にこう筋トレというか、はい、刺激が強く入っちゃうんで伸びる方向に行かないし、それだとなんかこうじゃあちょっと気持ちいいなぐらいのところでいいんですか？ぐらいの緩い呼吸で。その伸ばし具合もそんな感じでいいですか？そうですね。気持ちいいぐらいで。そんな無理してグーってやんなくてもいいと。こうグーって伸ばすのは一番やめてほしいです。あ、そうなんですね。はい。むしろっていう形で股関節周りと体側を伸ばしていくのが3種目目。はい。で4種目目までは、同じ形で乗ります。4種目目は次太ももの前の部分からこう腸腰筋の方まで伸ばしていきます。足を片足後ろにします。はい。でここでつま先だけちょっと立てて、ここは。でこの状態で僕は万歳して同じようにちょっと体側を伸ばしたり。さっきはこの辺についてこう入れてこうやってますけど、次はちょっと足の形が変わるだけです。はい。ここで、はい、伸ばします。伸びてる場所もさっきとは違うんですか？さっきとちょっと違います。こっちの前側の部分がターゲットになります。はい、太ももら辺にかかってって感じですか？こっち側がそうやってので、こっち側につながってくる。はい。でここで倒したりして伸ばしてます。僕は最近なんかこう膝で円描くようにしながら伸ばしていくのが好きですね。
でこれ反対もで反対の足をかかとついたまま伸ばしていってください。こういうふうに伸ばしてると、あ、今日はどこが硬いんだなとか分かるようになってきます。へえ。はい、で落ち着いたら起き上がって4種目目が終わりです。はい。で次は、5つ目になります。ストレッチというより乗って呼吸するだけです。なんで1種目目とほぼ一緒、だけどポールの向きが違います。体に対して今まっすぐ入れてたのでこう横に置いた状態でやります。でこれをすることで今すっごい胸のあたりがもうただでさえ伸びてる状態です。はい。わかりますか？はい。はい。この状態を作って万歳してもらって。だいたいどれぐらいのところにそれ入れてるんですか、ポールは。まあ、胸のあたりの下ですねぐらいにポールを入れて、はい、この伸びてる部分に対してスーッと呼吸を入れていきます。で膨らんだら吐く息と同時に力を抜きながら、っていう風にして呼吸していきます。これを2、3回繰り返したら僕はちょっと10センチ、15センチぐらい下に下ろして、ここでも同じことをしていきます。なるほど。で、これを3回ぐらいしたらもう一回下の方、ちょっと腰の上の方の部分ずらして、ここでも楽に意識して、こうやってやると、ああ苦しいってこうなんていうんですか、喉が詰まったような感じの声になりそうなんですけど、ここはなんかうまく隙間作って楽に呼吸していきます。はい。でここでやってる時って僕結構呼吸がこっちの方に入ってくるんですけど、はい、上でやる時、真ん中でやる時、下でやる時でこう呼吸が今日どこに入りにくいのかなとか観察してます。今日はだったら右の下の方がちょっと入りにくい。フック系を多く打ったんで練習で、なんでこっちの捻転がすごい回数やったから、こっち入りにくいです。これを放置すると明日の朝とか、ここがもう結構硬くて、動きの連動がここで止まっちゃうような感覚になるんですね、ちょっと。だからここで、リセット呼吸で伸ばしていくっていうイメージで5種目でやっていく。呼吸もストレッチになるんで。じゃあ朝やるじゃないですか、ストレッチ、で練習後もやるんですか？やりますね。ってことは夜もやってるってこと？夜もやってます。もちろん。ATK のに行った時も2階でずっと朝と夜朝と夜練習前練習後ってやってて、ちょっと練習後すぐストレッチしてないと「お前今日なんでストレッチしてねえんだ」って言われるようになったりとかするぐらいストレッチしてましたね。次6種目目もポールの形は同じです。で次は腰骨の上ぐらいに乗せてください。でケツがスッと浮くような状態でいいです。これで2種目目の形と同じ形とって、同じような動きで腰を伸ばしていきます。ここにポールが当たったままより角度が楽につくような状態ですね。さっきよりやりやすいんです。2種目目より近づいてより伸びるっていう感じですね。こっちの方がここでも同じように、1
引きつけて、お尻が伸びた状態でちょっと左右に振って伸ばしていきます。はい。はい、これが、6種目目ですね。はい。はい。7種目目。はい。ここまでポールの向き横で同じです。はい。ここで種目目は恥ずかしいからちょっと脱ぎます。で、万歳します、ここで。はい。そこからスッと足を、片方はこっちの引きつける方。はい。で、もう片方はかかとを遠くに伸ばす。上下上から一歩で引っ張られてるような感じですよね。はい。イメージは。そのままスッ。呼吸と一緒に吐いて、伸ばしていきます。これ結構あれじゃないですか、腹筋使ってるんじゃないですか、違うですか？まあちょっと使うかもしれないですね。はい、でもまあ要領としてはストレッチ、として、取り組んでほしいです。ここに乗ってるんで、そうなんですね。楽じゃなくです。はい。でちょっと伸びが悪いなと思ったら、ここで膝抱えて、伸ばす感じ。そうです。っていう感じで、これが7種目目になります。8種目目、肩周りになりますね。後ろにポールをこう横に置いていただいて、手をつきます。僕はちょっとポールをあえて曲げた状態で、ここからお尻からこう体重をふーってポールに肘曲げていいんで預けていきます。でそうするとこの肩甲骨がスーッと開くように動いてくれるんですよ。そこでまずこうひねりを入れて揺らしていく。でこのひねりを強く入れるために体重を使います。足を揃えて膝を倒すと同時に左手は後ろ、右手は前にこうねじっていく。これ交互に。で、この伸びたところでもちょっと揺らしてあげたりします。で、次は万歳、後ろにポールを押したままこう転がしていきます。でそこでも僕はねじり入れたりします。これを2、3回ずつ繰り返します。またもう一回。いつも今言わないですけど一人でやるときなんかは、緩むためにゆるゆるゆるとか言いながらそれはやっぱ体がそれを言うことによって反応してくれると。反応します。じゃあ今度試してみてください。本当ですね。ストレッチしながらガチ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 って言いながらストレッチするのとゆる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 って違うやっぱり絶対違いますから。面白いですよやっぱ。面白いですね。面白いですよ。精密機械よりも精密機械な気がします、やっぱ大事にしてあげるって意味でもストレッチは大事だと思う。次9種目目は、股関節周りから体の軸までこう伸ばしていくんですけど、これ結構全身伸びます。
このよくある片足曲げてこういうストレッチあるじゃないですか。はいはい。このストレッチをここに乗せてやる。はい。イメージです。ここでつま先を取れたらつま先を取って、でここで体をこうスーッと倒していく、倒して伸ばしていくっていうパターン。はい。とここ引っ掛けて、僕はこの大腿部から蹴り上げて、それによってこっちが伸びるっていう両方やりますね。体をこう倒していくパターンと、はい、こっちは掴んだままこっちの蹴りでこっちの股関節だけ動かすような伸ばし方、はい、両方この姿勢で両方やりますね。で伸びたら蹴ってちょっとこっち、はあ、ひねるんですね。ひねって、はい、こっちの腸腰筋とか、はい、まず伸ばしていきます。万歳で大丈夫で、この足は遠くに引っ張られてるイメージです。だけど楽に呼吸は続けてる。はい。反対も同じように掴んで体倒していく、体重倒していくで、股関節から蹴っていく。股関節っていうか仙骨ですよね。結構この動物で言えば尻尾が入るとか、はい、尾てい骨ですか。尾てい骨、そう、はい、そこからこうで、ある程度伸びたなと思ったらで、かかとは引っ張られる、はい、体を起こして楽にで、この下半身から上半身のつながりを感じれるんで、これそこでこれで割と股関節の回転もスムーズになってくる。はい。これが結構足から逃げるのに大事みたいな。完全格闘技を今のは。で、10種目目、最後ですね。はい。最後も、お尻の方に入っていきます。ポールを横に置いて、で、よくこう地面で足をこう水平にして。こうやってお尻を伸ばすっていう方法あるんですけど、まあ、せっかくこれあるし柔らかくて動いてくれるので、この上に乗せてもうちょい角度つけて、はい、これを取り合う。膝下をポールに沿わせるように乗せて、体重浴びせてもいいですし起こしてもいいですし、それぞれ伸びる場所が違う。でここでポール、まあ、これは動くんで、ポールねじってちょっとこうストレス変えてもいいし、こっちの膝を持ってこっち側にするともっとケツが伸びます。で、これも反対側です。はい。これで10種目目ですね。
以上が毎日僕が実践しているストレッチルーティンになります。スポーツやってる人やってない人関係なくおすすめのストレッチ法になってますので、ぜひ皆さん繰り返しやってみてください。そしてチューニングボールをゲットして、ぜひ皆さん毎日のルーティンに入れてみてください。本当に体を資本としてる職業なんで、毎日10個のこのルーティンっていうのは欠かせないんですけど、そんなやる必要ないけどどれか取り入れたいとかっていう方に関しては、どれやればいい？選んでやるならっていう風に言われたんで答えると、僕だったら1、3、8、10。は最低やりたいので、1はもう呼吸するだけなんで3つにしたかったんですけど、1はどうしてもやっぱ上で呼吸するっていうストレッチ始まるよって体に知らせる合図にもなりますし、入れてほしい。1、3、8、10ですかね、3つ僕がっていう感じになります。皆さんもぜひ取り入れてみてください。ご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。リンア選手全然関係ないんですけど、靴下穴開いてるんですけど、それはいいんですか？これはセット。それセットってことでいいですか？嘘です。すみません。やばい、靴下穴開いてますよ。これ恥ずかしいな。恥ずかしいっすよね。恥ずかしいな。がっつり映ってます？がっつり映ってます。